質疑なども浜田しておりますし、ツイートですとか、YouTube 等をご覧にいただければ、はい。皇室に関して触れている、触れていることがあるのかもしれませんので、先ほど基本そうですね。政策をホームページでっておっしゃっていたじゃないですか、NHK 党として。で、そこはい。に、具体的にその皇室についての記載がないかったので、電話をさせてもらったんですけど、書かれていないものは特に基本政策として取り組むことは今のところ考えていらっしゃらないっていうことですよね。掲げるものとしては。皇室に関してですね、はい。国会で、法案決議、議論はありますけれうん。ども、うん。法案等の、話というのは、うん。現在ほとんど、そうですね、皇室典範の改正等もうほとんどん。行われてませんので、はい。そういった時に浜田がどのような投票行動を取るかというのは、浜田の主張をご覧にいただくのが一番かとは思いますね。でも基本的に浜田議員って NHK 党に属しているので、基本 NHK 党の基本政策にのっとって活動されていますよね。はい。ですよね。ってことは、今、お一人しか見えないのかな実際。国会議員は一人だけですね。ですよね。そうなると、浜田さんの主張がイコール NHK 党の主張だということになるんですよね。絶対的にそういうわけではないですけれども、うん。党首も特別、こういうことを触れるなですとか、こういうことを言えということをもう言ってませんので、はい。その党の関係者、所属地方議員ですとか、いろはい。んなご意見を持っている方がいるんですけれども、はい。国政に関しての投票行動ですね。はい。それは、主に浜田が判断することになりますので、ってことは、党としての政策かと聞かれると難しい部分はありますけれど、うホームページん。に載っているようなですね、はい。基本政策以外は、はい。党としてこういうスタンスです、こういう、政策理念ですとか、そういう話ではないんですけれども、はい。そういった国会の投票行動では、主に浜田が判断することになります。わかりました。で、もう一はい。個、流れで聞きたいんですけど、基本政策のはい。中に少数派の意見を大切にするっていうところを一つ掲げてらっしゃると思うんです。NHK はい。党として。で、その中で、いくつかの政治団体と、提携して活動されているところも実際あるじゃないですか。はい。で、その一つに、後期2700年党っていう高知の政治団体の方と絡んでいらっしゃると思うんですけど、はい。そことの、一緒にやるってことは、ある程度そこの基本、政策が、方針が一致しているので、じゃあ組んでやりましょうっていう認識でいいんですよね。それも少し違いますね。違うんですか？ NHK 党としても、諸派党うん。構想というものを掲げておりますので、それははい。立花ですとか浜田の、はいはい。立花の動画で結構なんですけれども、はい。諸派党構想というのは、はい。ご存知ありますかね、諸派党構想の、その少数派の意うん。見に関うん。連して、諸派党構想ということを掲げてやってるんですけれども、それに関それは存してご理じてあげます。はい。解はいただいそれは存じてますか？ているんですけれども、はい。実際、どういう形で NHK 党と、連携をされているのかっていうのがちょっと見えなかったので、実際、あーまこの皇室あ、関係っていうと、政党の名前からすると、後期2700年党がおそらく私の気にしているところと、の主張をされている団体だろうなっていうふうにはわかるんですけど、ただ、この後期2700年党の、具体的な方針がなかったので、実際、じゃあ NHK 党としてそのあたりのその政策に関して、方針に関して、どのような連携取られてるんかなと思って。その立花が公開している動うん、画ですね、うん、そちらのうん、方見ていただく、視聴していただくとよくわうん、かると思うんですけれども、うん、諸派党構想というのは、うん、政見放送ですとか、他にも公選、ビラですとか、様々な、政党助成金ですね、そういったふうん、うに、諸派ですとか、無所属うん。で出馬する際と国政政党で出馬する際の待遇の違い、メあディアのりますね。はい、ありま取りすね。扱いもありますので、うん。そういった部分を踏まえて、多くの人がですね、政治に参加しやすいように、立候補しやすいように、あ、そういうこ我とか。々の党を公認与えますので、立候補してくださいということでやってますので、ああ、なるほどね。そうすると、党としうてそういっん。た政策
その、ね、政策協定ですとか、政策に賛同している、そういう、そうい政策面でですね、立候補のプラットフォームとしての面に重きを置いてますので、そういった政策についてはまあ、諸波動構想参加している政党、様々な主張ありますので、その全てに賛同していたりですとか、むしろ立花が賛同していない政策を掲げる政党であっても公認を与えておりますので、その少数派の部分ですね、意見を大切にすると言っていることは、要するにそういうことで、国政政党に挑戦する際に不当な扱いを受けないようにですね、協力しましょうということですね。それで、ですね、その立候補に関し、まあ、調べていただければですね、その、政党の代表、政治団体の代表、誰が務めているか分かると思いますので、そうですね、そのものですね、そのものの、まあ、主に、まあ、100% ではないですけれども、NHK 党の関係者であれば、インターネットで主張している方が多いですので、まあ、ツイッターですとか YouTube で、主張しているかもしれませんので、もし気になった場合はですね、そちらを見ていただいて追っていただけるとよろしいかと思いますね。じゃあ諸派党構想に関しては、その政策云々の話じゃなくて、単純に、立候補することの後押しを NHK 党がされているってことですね。そうですね。詳しくは立花の主張をご覧いただけると、一番わかりやすいとは思いますね。でも基本的にあれですよね、賛成しないものに関しては公認与えませんもんね。これそうです。基本的なそういうことは一切ないですね。ですよね。少なくとも NHK 党として、これは中身としては正当であると判断したものに関して公認を与えて立候補してもらっているってことですよね。それは違うんですね。じゃあ、基本的に NHK 党がこれはちょっと違うでしょっていう方にも公認を与えているってこと？そうです。それが少数派の意見ですので、賛同するしない、立花ですとか、党のそういった恣意的な意見を排して、すべて、立候補したいという方に公認を与えているという形にはなりますので。立候補したいという方に対して、ある意味、その内容別として、じゃあその単純に機会を与えましょうっていうのが諸派党構想ってことですね。そうですね。まあ、何度もお伝えしている通り、詳しくはですね、わかりました。諸派党構想についてインターネットで調べていただくだけでも、情報出てきますし、立花本人も説明してますので、そちらの方をですね、確認していただくのがよろしいかと思います。確認ですけど、NHK 党として皇室に関して何かの基本方針を、訴えていない以上、特にそこを選挙で何か争点にしてっていうことも今のところ考えてないっていうか、その議論として何かをするっていうことも考えていらっしゃらないってことですよね。党としてはないということですね。浜田ですとか、他のもの、門田節代ですね、諸派党構想に参加していたりですとか、選挙に立候補してますので、まあ、門ですね、門に田んぼの田で門田、それに、節句の、節ですね、鰹節の節、節に、1台、2台、代用の代ですね。これで門田節用というものをおりますので、おそらく門田の主張というのは、皇室に関するスタンスというのは、お客様のおっしゃりたいことだとは思いますので、その門田について調べていただけるとよろしいかと思いますね。わかりました。一度調べてみます。ありがとうございます。最後に詳しい住所は結構ですので、どちらからお電話いただいているか、都道府県と市区町村までで結構ですので、お伺いしてもよろしいですか。愛知県名古屋市です。名古屋市ですと何区かまでよろしいですか。森山区です。わかりました。ありがとうございました。はい、ありがとうございます。はい、失礼します。はい、ありがとうございました。